因果応報シリーズタロット3択第6弾ごめんなさい第5弾か6弾びっくりした第5弾か6弾怒られましたね。ちゃんと覚えてろって。反省してますか？別れたお相手様のお気持ち、そして今どうなってんのってとこ見ていきたいと思います。まずですね、この名号体3枚のカードよりピピッときた観音様をねお選びください。よろしいでしょうか。それではまずメインのカードからリーディング始めたいと思います。大あるかな連続結構いろいろあったお二人ですが、ソードも来るね。お相手様結構もう愛の方かもしれないね。愛でご利用ししてくるような、破滅願望とまで言わないけどね、それじゃダメだって分かってて、うすうす分かってるんだけれども、ここでデビル悪魔来たね。ゼロに戻っちゃったフール。本当お二人の間柄でね、男と女以前にそのお互いに人としての大きな転機みたいなのをもう幾度となく経験されてる。だけどもそれをね、愛憎とかこう愛欲のパワーでずっと来ちゃってるよっていうのが見えるよね。で名のカードねお選びになった方、この星の花の姉妹っていうことなんだけれども、グループソウルとかその次元上昇、次のネクストステージに上がる力みたいなものをすごく感じるんですね。であなた自身はその次元上昇する準備ができてるんだけれども、一人で上がっていけばいいんだけれども、やっぱりグループソウル、少なくともソウルメイトであるツインレイとまでは言わない、お相手様をほっとけないよっていう強い力が感じますね。強い力を感じます。ある意味無邪気で屈託がない愛することに、人生のあらゆる問題もその愛一点張りでこう突き進もう、解決していこう。それは冷静に考えたら非常にこう破滅的な行為かもしれないんだけれど、その屈託のなさ、ある意味純粋さを持ってるお相手様をほっとけないっていうパワーがある。で反省してるのか否かって反省してらっしゃいますね。もうゼロ、これは愚か者フールだけれども、戻っちゃってるんだよね。で丸腰になっちゃったこのお相手様、も反省してるお相手様を、あなたがほっとけるかっていうところですよね。秘め事とか言えないことかな。そして誘惑、密会とかかな。蜜月、秘め事、これはお相手様の秘め事という感じもするよね。未だにあなたに隠している何か秘密があるよっていう、啓示にも取れるし、もしくはもう今お相手様とねあなたの関係性は終わってるんだけれども、ひょっとすればやっぱりあなたにも始まっているその次元上昇になんとかこのお相手様を引き連れんとして、お相手様と未だにこう交流を持ってるよという暗示にも取れます。
やっぱり言えないようだよね。あなたに何か本当重大な隠し事をしてますってのが見えるね。このお相手様の中のこうダークサイドで輝く何か、あなた以外の何か、なんか喜びとか希望とかダークサイドで見出してる方っていうのが見えるね。そうね、あなたに見捨てられたらやっぱりこの方はもう無防備丸腰、もう生きていけないっていう、方だね。もう自分が悪いってダメだって分かってるね。分かってるんだけれど、あなたとのもう関係は終わってしまったんだけれども、あなたとおそらくひょっとすればまだ続いているだろう、つながっているだろう。同じグループソウルとしてのこのあなたとのご縁に希望を見出しているよという、力が働いてますね。本人もダメだダメだって分かってるんだけれども、同時にあなたには言えない何か秘め事、別のエネルギー源、こう生きる未来を切り開く別の希望を隠し持ってる方でもある。少しそこは気をつけた方がいいかもしれない。もしくはもうさらに大きな俯瞰した力でね、この方を見守ることができるかもしれない。反省しているか否か、反省していらっしゃいます。お互いに理解し合ってすごくいい関係性を築かれてたんでしょうね。これはね、お相手様はね、あなたに振られたかなあなたの方が非常に速度が速い、強いパワーを持ってて、ちょっとお相手様が物足りなかったのかもしれないね。別れてしまって、なおあなたとの関係性、あなたのことを非常に、大切に思ってらっしゃいますね。このお相手様の物足りなさがどこから来てるのかなっていう、5のカードをお選びになられました。こう聖なる様子項なんだけど、デトックスですよね。断捨離とか、自分の中に凝り固まってしまったもの、降り積もってしまったものを、流す、浄化するというエネルギーすごく強く感じます。お相手様の何かこう俗物的って言ったらあれだけれども、物質的すぎる、現実的すぎる感性にちょっと不安を感じてしまったのかもしれないよね。当たり前のこととか小康状態、
まあ傾聴する、分析するといったとこかな。あと瞑想やっぱりね、お相手様はね、あなたにもっともっと愛されたかった、話を聞いてほしかった、理解し合いたかったっていう力があるんだけれども、少しやっぱり物足りなかったのかもしれないよね。ひょっとすればお二人の間にもしお子さんがいたとすれば、あなたの、興味の対象っていうのはそのお子さんの方に向かっていると。で、そのお相手様はちょっと蚊帳の外、門外漢になってしまったのかなっていう気がする。ただ、反省するべき点っていうのが、お相手様が全くどこを反省していいのかわからないよっていうのがね、伝わってくるね。そこがすごくあなたからすると、もうなんでなのっていう、こう引っかかりどころがないようなこう歯がゆさというか、物足りなさというか、話が合わないかもしれないね。このね、お相手様の中でもあなたがね、このお相手様の中のイマジネーション、想念の中の星になってしまっている。もうどっか遠く行っちゃった人なんだけど、いまだにその忘れられないというよりは、むしろ逆にあなたのことを存在がね、すごく強く大きなものになってるって、まだそこまでは言ってないけれども、結構妄想の中であなたがすごく強い存在になってるよっていうのが見えるよね。このお相手様はね、冷静な部分、こう霊的な部分で言えば非常に幼い方だったんじゃないかなと思う。だからご自身で理解できない、その例えばこの現世でね、この現代社会でやっていくに普通にすごく真面目な方だと思うんだよね。だけれどもそのスピリットの部分がなかなかまだおぼこい方で、自分でもどう理解していいのか、どう対処していいのか、何が自分に足りないのかっていうのがわからない、全くその子供の状態で、だから魂年齢がとても若い方なんだよね。だからあなたを母親のようにね、崇拝してしまっているよっていうのが出てるね。あなたの子供になりたいっていうのが出てますね。このお相手様があなたをどのように苦しめたかっていう点に関して、このお相手様自身が全くわからないと、自分のどこが良くなかったのかっていうのがわからないっていうのが伝わってきます。だけどあなたにとっては非常に苦痛だったんじゃないでしょうか。非常にその先進的で前へ進む力が強いあなたは、この聖なる陽子の神聖なる流れで、不浄なものを全てデトックスしてしまいます。このお相手様はね、反省どころかあなたを崇拝していらっしゃいます。
、保守的で束縛の強い方かもしれないね。ですが最後来たかな。来ちゃったね。このタイのカードを選ばれたあなたはね、クジャク首を見せるってなってるけれども、ご自身の中に持っていた美意識みたいなもの、それはずっと持ってたものを今発露発言するよっていう段階に来てる。メロディーとして奏で始める。第5チャクラ、喉のチャクラから発言として、メロディーを奏で始めるよっていう段階に来てるんだよね。で、もともとご自身の中でしっかりとした美意識を持っていたんだけれども、お相手様が非常に束縛が強く保守的な方なんで、その中でずっとしたためていた、隠していた。しかしだんだんとそれがご自身の中でね、意識的にそうしたわけではないけれども、自分の中の本当に根底の第一チャクラからエネジーがじゅんぐりじゅんぐり上がってね、第2第3第4のハートチャクラ、さらには第5のスロートチャクラまで来て、今発言したよって。で、あなたが主張することによってお相手様と衝突して終わりましたというのが、デスが来てるよね。ただこれはやっぱりデスって言ってもやっぱり一旦の終わりっていうか、また始まりでもあるわけだから、そうだね。こっからスタートという力はすごく感じますね。カルマが来た。浄化でもあるよね。大きなカルマになっている。お相手様のプライドをへし折ったかもしれないよね。飼い犬に手を噛まれるような意識でお相手様はいるかもしれない。あなたはもう束縛されることはうんざりだという力がすごく働いてますよね。感じます。自由、許しとかかな。復活とかも感じさせるよね。やっぱり自由を求めてあなたが旅立ってしまうといったとこかな。お相手様にとっては非常にカルマだけれども、やっぱり始まりでもあるから、浄化でもあるから、このトラウマを原動力にだけどあなたの自由を許さないっていう力が働くかもしれないね。機運の流れで言えば、非常に自然なんですよ。やっぱりお互いの成長のためにはやっぱり一旦の終わり、ここで一旦終了することが、この敗北って言い方は良くないけど、この頓挫がカルマがねエネルギーになるよって、これをここに隠れてる、浄化することによってその上昇する力になるよっていうことなのよ。で、お相手様もそれは分かってるけれども、あなたがお相手様の元から旅立ってさらに繁栄することをこの方は全力で阻止しますっていうのが出てます。非常に保守的で、自分が築いたものを命がけで守りたいという力を持ってる方ですね。あなたの実力とか出会った頃からね秘めたるその潜在能力みたいなのも知ってらした方だと思います。ただそれがどんどんやっぱりもう表に出てきちゃった。で、あなたとしてはもう我慢できなくて、もう束縛されるの嫌だっていうことで発言し走り始めたところでの終わり。この流れっていうのは本当に自然なことだし、
2人にとって重要な終焉であり、また通過点なんだけれども、お相手様はあなたの独立を、あなたのインディペンデントを、阻止しようとしますね。すごく強い力で。反省してるか否かっていうことで考えれば、その反省をしなきゃいけない理由、その動機には気づいてらっしゃいます、お相手様。ただとても頑固な方でそれを認めないでしょう。お相手様も実力がある。そしてあなたにも実力がある。あなたはその実力は長らく隠していた。ただそれが出てきちゃって、やっぱりお互いがその拮抗してしまうと。一つ屋根の下に二つの司令塔はいらないといったところかもしれない。そこで生まれる圧力。すごく自然な流れといえば流れ。ただお相手様は許さないでしょう。いかがでしたでしょうか。マイペースでありますけれどもね、三択占いの方も続けていきたいと思っておりますので、ぜひね、チャンネル登録、そしていいね、コメント、大変励みになりますので、よろしくお願い申し上げます。今回もご視聴ありがとうございました。リッキータロットリッキーでした。